目から鱗が落ちたキャラ名の由来や法則といえば、のびのび、のんびり、のび太に対してせわしない、せわし。そういうことか。マジで今まで気づかなかった。ハンターハンターのアリの王の側近、ネフェルピト、シャウアトフ、モンテとユピ。すごく独特の響きだと思ったら、絵本が元ネタとは。エジプト神話プラスカロリーヌ絵本だね。睡蓮の花の神ネフェルテムタスショウの祈祷、大気の神シャウタス白猫のプフ、戦いの神モントをタスコゲチャケンの雪。メルエムも太陽神のバーとみなされた聖なるオウシメルウェルから来ていると思われる。カーリーのリック&カイ&ク。五日空でほぼそのままなのにネットで由来見るまで気づかなかった。なんか語感がすごく良いよね。魔人探偵の拝みネウロの主人公ネウロ。ニューロンから名前取ったって読んでそんなところから取る発想はなかったって感心した。配給の学校の名前。最終的に勝つ方の学校には必ず鳥の名前が入っている。これ気づかんかった。キャラの名字が地名から取られてたりは気にしたことあったけど。ポケモンの墓地。シンプルでいてこれ以上ないなって思ったし名前良すぎてニックネームつけれんかった。PV で見た目から死ぬぬわんって言われてたところにキャラ名投下されて全員で敗北宣言してたの笑った。ハグとプリキュアの敵、クライアス社。会社名として違和感ない。クライアス社はネガティブな意味が強すぎて実在する会社の社名と絶対被りそうもないところもすごいと思う。藤高ジュビロ、ああ藤田和弘か、すげえって驚いたのでジュビロに1票。ワールドトリガーのガロプラメンバーの名前の由来はキテレツ大百科、ラタリコフ、ブタゴリラ、レギンレッツ、キテレツ、コスケロ、コロスケ、レンソー、レンゾウなど。そしてブタゴリラは実は本名がオルカーン・マーダックでこっちもブタゴリラの本名の熊田薫とかかってたっていい。まさか両方かかってるとは思わんよな。最近だと工藤騎士かな。王将、キング、王将が反転した駒が埼玉でやっぱ2人は表裏一体の存在なんだなって。テレビのジョンがテレビジョンから来てることに最近まで気づかなかった。言われてみたら確かにそうだな。グレン・ラガンの螺旋四天王、怒涛のチミルフ、チミン、幽霊のアディーネ、アデニン、神速のシトマンドラ、シトシン、不動のグアーム、グアニンと4つの拡散延期にちなんでるのにへーってなった。さらに4属性の精霊、シルフ、ウンディーネ、サラマンドラ、ノームとの合わせ技なんだよね。ほおずきの冷徹のほおずきという名前が人間の超召使いの意味に鬼火が入ったからほおずきというエピソードを見たときはびっくりしたし、閻魔様を慕う理由が見えてなぼんだな。5世以上の敵キャラたちはほぼ全員が洋画のタイトルの文字り。例えば惑星のモンスドレイクはスタートレック、流星のデレクタはプレデターなどなど、洋画キャラじゃなくて洋画作品そのもののタイトルをもじってキャラ名にするとは。しかも所属組織によって宇宙系、怪物系、機械系、ファンタジー系で傾向が分かれているというこだわり具合。百科のいんだからねはツンデレ定番のセリフ〇〇じゃないんだからねから来てるのはへってなった。エヴァの渚薫、シプラス社で渚、死者、終わりの50音順を一時ずらしすることで薫、合わせて最後の死者という意味になる。ポケモンもネーミングセンスの宝庫だよね。ふわふわタスライド、フワライド、好き。マリオオデッセイに出てくるコックチョウ、コック、料理人、鶏のフランス語、鳥、そのまま鳥、コックチョウ。短い2単語でこれでもかと詰め込まれててすごい。しかもこれロックドリアラビアンナイトに出てくるで買い取りにもかかってるんだよね。レイトン教授 vs 逆転裁判のジョバンニ・ジコール。その名の通りジョバンニ・ジコル。ギャグに出てくるタイプのダジャレネームではあるけど名前として違和感ないな。ポケモンの月光が、月光と光がトゲコカエルの鳴き声がうまくかかってる。物語シリーズのキャラはエピソードになぞらえて2つ3つネタが仕込まれてたりして面白い。画像の推しの扇ちゃんの名前がカンバラのファンだから羽川を抑え込む存在だからのダブルミーニングだったのはさすがに塩いしんと思った。名付け方としてはぶっちゃけ超シンプルなんだけど、フリーザ一族冷蔵庫がサイヤ人野菜を支配してて、側近がザーボンとドドリア果物、精鋭部隊が義乳特戦隊乳製品って構図はいろいろと覚えやすくて好き。ドラゴンボールといえば脚本家はビールス由来でビルスにしたのに、鳥山明はビール由来だと思って相方をウイルスではなくウイスキー由来にしたエピソード好き。アンジャッシュのコントかな。最初はビルス様たちも普通に敵扱い予定だったけど震災があって作品内容を未来に希望が持てるようなで単純に悪い敵から変更した名残だって聞いたことあるんだが違うのだろうか。大魔オーケストラは今でも秀逸すぎるネーミングだと思ってる。オーケストラ、
オーケストラ、大魔オーケストラはうまいよね。オーケストラだから様々な楽器を内包するのにぴったりの名前だもんな。フリーザにも通じるものを感じる。黒子のバスケの黒の代わりで眉泉は天才的すぎる。メダリストでスケートの才能がある人間は動物の名前が上崎光狼、与高潤太、ソニトリ良川セミとか、そして主人公コンビには動物の名前がないという。ひとみ先生、選手時代アイスダンサーとしての実力ありすぎて釣り合うパートナーがなかなかできなかったとかなっちん。ジュニア時代で4回転飛んでたとかいるしてまだろ。ひとみ先生は名字が高峰で高、ナッチンは旧姓が茜子だよ。ゼルダの伝説のブレワイに出てくるリト族、鳥族っぽいので逆さ読みでリトの個人名だ。鶏肉の部位の名前をもじったもので人の心はないんかと思った。あの世界は全体的にそんな感じの命名をする。ブレワイの手羽とサクフサイ好き。2人合わせて手羽先は笑った。2人はプリキュアスプラッシュスターの敵ボス、悪大官。悪大官ってことは本当のボスがいるわけで、名前そのものがさらなる巨悪の代理人に過ぎなかったことの伏線になっていたね。カービィなら自分はサンマカンに感心したな。フランキッス、フランルージュ、ザンパルルティザーヌ、全員が実在する武器種の文字り、フランキスかフランベルジュパルチザンであり、全員が名前のモデルになった武器を使う。ヒロアカも名前はかなりそういうのが多いけど、うららかお茶子の名前が読み替えると、裏ビテイでそのままヒーローネームになるのは言われて気づいてへってなった。まさかショウダを2連撃できるからショウダ2連撃だったとは。ショウダからショウダは普通の名字の改変でうまいと思う。2連撃はヒロアカの能力ありきのヘンテコネームは正直好きじゃない。画像のゲームではメインキャラの名前がロケットで宇宙に飛ばされた。実験動物たちの名前って聞いてはえーってなった。各キャラの好きな動物がまんま元ネタの動物になってるんだよね。有名だけどロマサガツンの七英雄、山手線の駅名を逆さ読みしてもじったもの、ワグナス、品川、ノエル、上野、ロックブケ、池袋、ダンターク、五反田、スービエ、恵比寿、九神水、新津、奥大、新大久保、由来というか文字りのセンスの良さに驚いた。メダロットのカミキリムシ型メダロットのエイシースト。カミキリムシ、無神論者、エイシーストは格好良すぎる。対になってるアンビギュアスは曖昧なって意味だったな。つまり玉虫色。知らなかった名前の由来が結構あった。ハンターのアリ3匹とかまさか名前の元ネタが絵本だったなんて。それを知るとより一層いい名前に思えてくる不思議。あの名前が出なかったというのはもしかしたらこっちにあるかも。好きな言葉遊びネーミングを集めた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。